はい、藤井でございます。リフェイス DX。もうね、もう最高にいいですね、これね。もう弾いててね、気持ちいいこと。DX ですよ。FM 音源ですよ。本物ですよ、これは。もちろんリフェイスシリーズのこの共通のデザインで3オクターブのね、このコンパクトな、もう弾き心地が極上の鍵盤。もう今、私が DX 系の LP の音弾いててね、もう非常にナチュラルに弾いてたのが分かると思いますけど、もちろんここには本物の DX7 をね、こちら用意してますけどね、このDX7 の有名なこの LP、 これがしっかりとこのまた止まんなくなっちゃうんでもう本当で抜群にいいですこれ。ちなみにこの DX リフェイス DX の FM 音源っていうのはこれ、神野さん見て分かりますかね。オペレーター4つなんだよね。オペレーターというのは FM 音源で重要なその、ね、音を出す箱ですけど、その並び方の組み合わせでいろいろアルゴリズムっていうのがあってね、それをできるんですけど、そのオペレーターといわれるその箱が4つ。ちなみにこちらの DX7 はそれが6つあります。6つでいろんな組み合わせがあるんだけど、でもね、なんかこのリフェイス DX のが圧倒的に音がいい。もちろん DX もいいんだよ。DX7 もいいんですけど、なぜかというと、このね、ここでこういろいろフレケンシーとかレベルとかね、変えられるアルゴリズムとか変えられるんだけど、このフィードバックっていうところ、フィードバック実はね、往年の DX7 のオペレーター、フィードバックは1個にしかかけれなかった。でそのフィードバックっていうのはそのセルフフィードバック、1個の箱の中で何回もこのね変調、ずっとかけるってやつなんだけど、それによって割と硬い音とかノコギリ刃っぽい音とか作ってたんだけど、それがね全部に対してかかるのよこれ。これよくで、だからちょっと区形刃っぽくしたりとかでノコギリ刃っぽくしたりとか、だから一つのオペレーターで完結してるんで、そのなんつうの、そのフレケンシーモジュレーション自体のこのフィードバックが、だからはっきり言うとだから8オペみたいなイメージで作れるわけ、音をね。でさらにエフェクターが2系統いるからさらにゴージャスな音が作れる。 DX7 ってエフェクター入ってませんからね。よくやりましたね。しかもリフェイスシリーズ、この DX だけはねメモリーを持ってます。このようにバンク、ボイスセレクト、例えばこうデジコード、いい音だね。2番、もう今時の感じの音だねこれね。パッド、このコンパクト鍵盤 HQ ミニ鍵盤っていうんだけど、このものすごい弾き心地がいいんですけど、でね3オクターブなんだけど、リフェイスシリーズ共通だけども、このオクターブを切り替えられるんで瞬時にね。弾きながら変えられるんで、3オクターブもね、ものすごい広い音域をカバーできますね。で途中でもやってたんだけど、ここで例えばこの FM の簡易的なこのエディットがねここでできるのよ。ね、例えばフレケンシーってやると、これねまた画期的なのがデータエントリーがこの4つにこれ4つ対応してんのよ。オリジナル DX7 はデータエントリー1個しかありませんでしたけどね、これ。ゆっくり動かすとゆっくり変わるし、早く動かすとガンガンガンで変わるしみたいな。これはよくできてるインターフェースだね。素晴らしいと思います。で今の LP でしょ。
エフェクトも今コーラスと、リバーブかかってますね。もちろんコーラスフランジャーとかフェイザーとかディレイとかね、なしにしたりとかディストーションにしたりとかワウ、これが2系統あるというね、これが素晴らしいところだね。このリード、これ FM らしいこの頭にゴリっていういいねいいね。ベースこのタッチでこのねコンパクトで非常にこのダイナミックスを引き出せること、すごいいい鍵盤ですね。もう全く違和感なく聞こえるもんね。素晴らしいです。これも有名な DX のサウンド。さすがです。この鐘の音はさっきも言ったようにこのフレケンシーが微妙に変わってることでもうね簡単に FM 音源では鐘の音を作れますけど、よくできてますね。でしょ。でここでバンクを切り替えてまた違う音が鳴りますね。派手ですね。これもこのフィードバック変えるともうどんどんバシバシ音がね変わっていきます。それもあってもう音作りのバリエーションがものすごいんでね、いろんなことやりたくなりますね。なんでこうやって作った音を完璧にメモリーをするということもあって、ストアができるわけね。これね強いですこれで。さらに FM 音源って本当ものすごく奥が深いですから、それを、ね、フルエディットしたい人はこのエディットボタンを押すともう完全にフルエディット状態で中のパラメータをもう完全に、ねいじることができます。これほとんど全てのパラメータがありますからね。これエンブルオブジェネレーターから何からピッチ EG から、これはねぜひ FM 音源興味を持った人はこのフルエディットモードでぜひ音作りをしていただきたい。ほら完全にグラフィカルエディットができますからね。 DX7 の頃は大変だったよ。この液晶がねちっちゃくてねこれそこもちゃんとカバーしてるもんね。すごいと思いますね。でこいつルーパーというのがついてます DX は。ディフェイスの CS もルーパーついてますけど、この、DX にもルーパーがついていて、でこれをねもうドキュメント起こされましたね。これでねじゃあどうしてもこっち触ってるこっちでいいですね。もうこのようにもうこうやってどんどん録音できるというね。もちろんこれ録音されてるんだけど音色変えられますからね後からね。
すなわち録音されたの MIDI データなんで、まあこんな感じで、使うこともできる。もちろんスピーカーもついてる。まあ素晴らしいですね。なんかね DX ってやっぱりその私もものすごいこの特にね DX7 に愛着があるんで、 FM 音源がこのサイズになってしまってる 1.9 キロのこのサイズ、もちろんスピーカーがついてますからね、もう手軽に使える状態で、今私も使ってましたけど、このサスティンペダルがねそのままダイレクトに刺さるんで、今、これ使ってます FC4 を使ってますけど、でテクニックとしてね、3オクターブじゃない。でも例えば左手のこの低い方をこれペダルで残しとけば、で残しといて上のこんな感じでやってるとね、もうなんかもう普通に88鍵で弾いてるようなイメージで聴かせることができますね。このペダルとこのオクターブをうまく使ってやると、この鍵盤でね、非常にタッチのダイナミックさもバンバンに、弾き出せるんで、あとはそのオクターブのレンジをねうまく、使うと非常にこうねいい感じの演奏ができるんじゃないかと思いますね。良いです。リフェイス DX もう絶対におすすめですね。